日は外からこんにちは。どうも市川純喜です。本日はですね、僕が所属しているバイタルという団体があるんですけれども、そのですね、バイタルのモデル、通称バイタルボーイズにインタビューしていこうかなと思います。バイタルボーイズに関してはですね、僕含めて、約7人ほどいるんですけれども、今回その7人の中から4人ピックアップして、インタビューをしていこうと思います。バイタルボーイズに関してはですね、僕が一人一人スカウティングしておりますので、僕の動画を見てくださっている方はきっとバイタルボーイズのねスタイリングかなり刺さる方が多いんじゃないのかなと思います。ぜひですね、動画期待して最後まで見ていただければと思います。ということでですね、早速1人目から順番にインタビューしていこうと思います。はい、ということで、ケイバイです。はい、ケイバイです。よろしくお願いします。お願いします。ケイバイが、あれじゃない、動画で喋ってるのって、めちゃくちゃ貴重なんじゃない？結構貴重かも。SNS とかで全然喋れないから。そうだよね。ケイバイの声初めて聞いたって人もいるだろうし、多分みんなケイバイがどういうキャラか分かってないと思うので、はい。ケイバイのキャラも探りつつ、コーデも探りつつで、ちょっと聞いていこうと思います。レッツゴー。お、いいね。ちょっと今日のコーディネート上から教えてもらってもいいですか？はい。T シャツはまず上の半袖から、これがアンダーカバーの T 機の T シャツで、ここがお気に入りですね。うん、かっこいい。叫んでる感じも好きですね。はい、はい。で、下のロン T がハーレー・ダビッドさん。うん。これはスピンズで買いました。うんうんうん。のグレーに合わせて、ベルトがバイタルのベルト。イノームですね。はい、イノームですね。ありがとうございます。はい。で、ズボンが、このリーバイスをすごいボロボロに切ってるやつです。これフリマで買ったんで、結構笑われるけど、これは好きですね、これは。でもすごい似合ってるよ、めっちゃ。で、コンバースが、ヴィンテージのコンバース。昔のね。昔のね、自分で育てました。USA のね。そう、ボロボロですごい気に入ってます。めちゃくちゃいいです。今日のコーデのこだわりとかなんかあります？ポイント。まあ本当服は3年4年前から変わってなくて、まあボロボロのデニムがすごい好きだから、それに対してボロボロのコンバースを合わせるみたいな、まあ全身、まあ、古着で揃えてるんでグランジ感出てるのかなと。やっぱ K はこういう古着ベースのさ、カルチャー色の強いスタイルがすごい似合うよね。ありがとうございます。やっぱそういうの好きなんで。そうだよね。KY 自体がそういうのが好きだっていうのもあるし、相変わらずいいっす。かっこいいっす。難しいな。続いては、こうきです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと緊張してる？ちょっとだけ。若干ね。若干です。こうきが喋るシーンは多分ちょっとレアだと思うので、この YouTube で。メディア露出が。はい。少ないですね。今日はですね、ファッションインタビューということで、まずはね、今日の服装、上から順番に教えてもらってもいいですか？上から、はい、これがオークリーのミニで、トップスがでもうバッドドッグです。ブランド名もこれで。バッグがこれ、キココスタニオフの。あ、キコなんだそれ。そうなんですよね。結構大容量で、しかもなんかリュックみたいな感じでも背負えるんですよ。すげえ、そうやって背負えるんだ。そうそう、めちゃくちゃお気に入りのバッグです。いいね。それ結構ね、背負ってるイメージあるかもこれ。最近買いましたね。そうなんだ。なんか最近買ったのこれです。なんか忘れてた。いいね。バスケショーツがプロクラブで。プロクラブのバスケショーツ履いちゃって。履いちゃってます。ちゃんと折っちゃってます。ちゃんとね。これもサイズめちゃくちゃでかくて、XXL とかで。そんなでかいんだ。
ちょっと落として履いてるかな、ちょっ若干。と落として履いてますね。うんうんうん。靴が、デーモンっていうイタリアのブランドで、めちゃくちゃなんか、バギーなゲームとか履くときも、ここではめれるんで、好きです。まあなんかヒールとか踏むのは好きじゃないんで、バギーな履くときはこれも一択っす。いいね、その、かかとの部分が出っ張ってるのが、かっ可愛いです。こいい。それ実物初めて見たわ。いいっす。かっこいい、めっちゃ。割と歩きやすい。いいね。ありがとうございます。じゃあ今日のコーディネートのポイント教えてほしいんですけど。コーディネートのポイントは、やっぱり夏なんで、ショーツですかね。このバスケショーツ、めちゃくちゃ楽なんで。やっぱ楽だよね、バス。夏が一番ですね、本当に。ファッションでは。これが。快適でね。快適で。でもなんかそれに、あれだね、そういうトレッキング系のシューズ合わせると、一気にモードな感じに持ってこれるから、バランス取れていいよね。めちゃくちゃいいです。かっこいいっす。ありがとうございます。続いては、タイガです。はじめまして、タイガです。タイガです。よろしくお願いします。ファッションインタビューということで、今日のね、着てるアイテムを上から順番に教えてください。T シャツがバレンシアガの T シャツで、それいつのやつなの？これが2012年。はいはい。昔のやつなんだ。フェイクミンクとか。ああ、フェイクミンクが着てたやつか。それめっちゃいいね、デザイン。いいね。パンツがバルマン。バルマン。ダメージ入ってるやつね。ダメージバイカーのデニムです。いいね。やっぱそんぐらいの細さがね。いいよ。いいね。で、靴がセリーヌ。あ、それセリーヌなんだ。紐を通さずに、その、なんかベロンと履いてる感じ、俺めっちゃ好きだわ、それ。なんか生き物の感じっぽいな。いいね。かっこいい。で、バッグはいいね。このなんか茶色系のワントーン、かっこいいね。めっちゃいい。パンツもね、グレーだからすごい、その、茶系が合うね。めちゃくちゃ。いいっすね。あとは、バイタルのボクサーね。しっかり。バイタルボーイズだからね。ありがとうございます。メガネはどこの？あ、プラダのやつか。それタイがよくかけてるよね。これ、最初はダサいメガネで、最近銅入れたんで。あ、普通のメガネとして使ってるの。タイがメガネ似合うよね。いいね。いいね。ありがとうございます。じゃあ今日のね、ファッションポイント教えてほしくて、なんかあります？アイライン。意識して組んでて、で、靴にちょっと大きめのブーツ。で、バッグで色広く組んで。ソックスも丈を短いの持ってきて。割とでも下に重心がいってるんでしょ。コーデにして。でもあれだよね。メガネとか小物つけたり、髪の毛結んだりで、重心もちゃんと上の方でもバランス取ってっていうので、やっぱタイがバランス取り方すごいうまいよね。夏っぽい。いいっすね。実に、タイガらしい、かっこいいコーデです。ありがとうございます。続いては、ヒロさん、お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。ファッションインタビューということでですね、今日着てるアイテムを上から順番に教えてほしいんですけれども、お願いします。じゃあ、シャツから。はい。これがベイランスのシャツで、テック系のアイテムだね、これは。かっこいいですね、それ。かっこいいよね。でちょうど今、梅雨の時期だし、なんか雨もはじくから、すごい、ちょうどよくて。で、バングルがレザーのバングルで、バレンシアガ。バングルになってます。バレンシアガなんですね、それは。そう。バッグが、ドルチェ&ガッパーナ、マルチポケット、バックパックになってます。いいですね、それ装飾たくさんついてて、
そかっこいいですよね。う。かっこいいよね。うんポケットがいっぱいついてるから、うんすごい収納もいろいろ入れてて。うんうん。夏場のね、感じにすごい、その装飾が多い感じが、 T シャツとかにも相性いいし。うん、合いますね。うん。で、パンツパが、ンツが、ラフシモンズのあー、はい。デストロイのレイヤードのデニムパンツ。それあれなんですね、レイヤード左右でそう。差があるんですね。右足がもう半分で切れてて、はい。いで、左足はフルで2枚仕立てになってて。いですね、そのレイヤードのデザインが。で、これすごい可愛くて。うんうん。で、フルレングスに残ってて、それもすごい珍しくて。確かにそれ、炊き上げされてるやつめっちゃ多いですもんね。そう、もう基本やっぱり素揚げされてるからサイズ感が合わなくて。うんうんうん。いいですね、人さんめっちゃ似合うです、それ。ありがとうございます。はい。で、シューズが、シューズがね、オフホワイト。コンバットコンバットブブーツーツかな。コンバットブーツだね。うん。いいっすね、それも。もうずっと履いてるね。気に入って。それもほんと細身のパンツにめちゃくちゃ相性いいっすよね。細身にも合うし、まあ、もちろんストレートとかワイドにも合うし、うんうん。結構何でも合わせれるので、うんうんお気に入りです。ね、いいっすね。ちょっと今日のコーディネートのポイントは何なんですかね。今日のコーディネートのポイントは、はいもうオールブラックでモノトーンなんだけど、そのモードすぎないように、うん。できるだけ、まあ、下がそのデザインに効いてる分、上はちょっとシンプルめに抑えてあげて、うんうん。で小物もしっかり素材を異素材合わせて遊んであげた感じです、うんうんうん。オールブラックなんだけど、なんかちょっ奥行きがあるというか。と、バランスは個人的には取れたスタイリングかなって思ってるね。クロートファッションですね。ありがとうございます。スタイリングをする上で意識してることを教えてほしいです。その日の気分で、例えばストリート系だったら、ちゃんとストリートな気分になる。うん。うん。ロックだったら、ロックな気分になるとうん。か、割と気分大事にしてます。なんか、特にアイテムがどうこうっていうのはないと。うん、もうその日の気分で決めるからっていう感じ。そう。確かにケイバは本当スタイリングの幅が広いというか、モードからこういうロックっぽい感じからストリートから本当幅が広いよ。いいと思います、めちゃくちゃ。ありがとう。あまり着飾らないファッションというか、うん。おしゃれはしてるんですけど、うん。なんだろう、おしゃれしてないみたいな。めっちゃリラックスできるファッションが好きです。でちょっと後期のファッションはなんだろう、リアルというか、結構カジュアル要素が強い中でモードなアイテムをちょっと足すみたいな。あー、でもそういう感じが多い。多分なんかね、俺と逆なんだよね。逆バランスの取り方が。マジっすか？なんか俺モードなアイテムベースで、ちょっとこう、リアルなアイテム混ぜて、あー、でも確かに。ギリリアルなんだけど、リアルなんだけど。そう、後期は多分リアル寄りで、モードなアイテム足してみたいな。そう。あー、分析されたっす。言いたいことを言語化してくれたっす。そう俺ずっとそれ思ってて、逆俺だなと思ってて、ずっと。でも俺なんかそのバランス感すごい好きなんだよね。いいよね。今日もね、多分そのバッドドッグとかね、そうです。もう後期らしいよね、すごい。めっちゃお気に入りです。可愛いっす。ちゃいのいいバランスでしょ。うん。パンツっぽいの持ってきたら、うん。これはめっちゃダボダボとしょ。うん。なんだけど、なんか A ライン、うん。 I ライン、それなんかパンツの上のシルエットは意識してればまあ大体まとまるかなってうん。思ってるんで、それは意識していたりします。うん。やっぱバランス感やっぱ絶対大事だよね。バランスだと思うし、うん。結局バランス良かったらうん。まとまる、うん。何着てもまとまると思う。確かにこれ第一優先はバランスと。その全身全体のバランスがおかしくないか、シルエットがおかしくないかはうん見ていて、はい。その上でそのちょっと新しさみたいなものは、うん。まあ、自分なりにちょっと新しいものは挑戦していこうかなっていうのは。はい思ってますね。ベースにバランス感だったりとかがあって、でその上で新しさとかをプラスしていくっていう。個人的に今ハマってるアイテム教えてほしいんですけれども。でも、夏服じゃないけど、うんテーラードジャケットはすごい好きですね。うん綺麗な服ですよ。やっぱ綺麗に着れる人はかっこいいなって思う。うんうん。だからテーラードジャケットを秋からずっと着ていきたいですね。ケイバイの雰囲気でテーラードジャケット着るのとかも結構かっこいいよね。意外となんか似合うかも。うん。そうバイタル。バイタルの撮影でもね、ケイバイやっぱいろんな服似合うでおなじみなんで、確かにテーラーを着てるケイバイ俺結構好きだな。ありがとう。いいっすね。ショーツはうんいいこと多いですね。うん。ショーツにその長いソックス合わせてうんうんうん。楽な感じでちょっと靴で締めてみたいな。締めてみたいな感じで、今日もね、バスケショーツ履いてるもんね。
うん。最近もし本当に着回してます、これ。いいよね。めちゃくちゃ楽です。今ハマってるのは、うんデニムうんうん。ブーツ。うん。夏やっぱ T シャツは割とシンプルなのでもいいと思うんですけど、うんパンツと靴、うんちょっと決めたいなと思あってるんで、うん今割と探してます。あ、2つともあれかな。じゃあ結構デザインが強めの。そうですね。うんなんかパンツとかも割と派手な、夏挑戦してみたいな。うん。なんかいいのあったら勉強で。教えてください。自分のチャンネルになって、大河チャンネルになっちゃったよ。ぜひぜひ皆さん教えてください。持ってないんだけど、はいまだ、グラフィックのポロシャツとかうーん。は夏ちょっといいのあったら買いたいなと思ってて。確かに今季ポロシャツめっちゃいいっすよね。そう、ポロシャツ、今まであんまり着てこなかったから、はいよりちょっと今年は着たくて、うんうん。今探してます。ファッションのインスピレーション源を教えてほしいです。昔自分で見てきたものが結局今に影響されてるのかな。やっぱ俺は姉貴がいて10個12個上ぐらいの、うん。平成を生きる人だったから、うんすごいギャルうん。し、あ、そうなんだ。KY のその感じって姉ちゃん影響なんだ。姉ちゃん影響もあるし、うんまあ自分の好きな音楽とかもあるからまあいろんなのが結局昔の自分うん。見てきたものが影響されてますね。うん。確かに KY は高校生の時から知ってるけど、高校時代からなんかスタンスは変わってないよね。変わっずっとてないが一貫してそのノリだよね。いいっすね。あるっす。街中にいる人、うん。なんかビビッとくるなみたいな、この人雰囲気いいなって人のうん。ここで見て、なんかその自分に合うように、自分に落とし込んでみたらどうなるかなっていう。そんな感じですね。うん。あ、そのビビッときた人の、なんか雰囲気とか結構真似てるうん。の多いかもしれないですね。そうだね。街中とかでもさ、やっぱり俺らよりも年上のおじいちゃんとか、すごい。ああ、でも結構そういうのもいたりして、なんかよくわかんないけどかっこいいんだよな、みたいな。なんか雰囲気があるんですよね、やっぱり。あるよね。その雰囲気とかが結構インスピレーション源になってるのかなと思います。最近だと割と海外のインスタ、うん。うん。海外の人が投稿してる着画とかをうん。見て、あ、こういうの流行ってるんだうん。見て、まあ、それを自分に取り入れたりしてます。うん。最近ね、すごいスキニー乗りとかもそうだけど、やっぱ海外から、海外のトレンドもすごい日本でうん。流行ってるんで、そこはチェックするようにしてます。そうだよね。でも最近ちょっと、まあ、気になってるとか見ちゃうのは、はい。その昔の番組とか、もうそれこそ嵐に仕上がれとかはい。の衣装とか意外と今 YouTube とかに載ってるんだけど、はい。見てみるとすごい面白くて。確かにあの時代、2010年前後とかですそうかね。だね、それぐらいだね。あのあたり、ちょっと今のファッションシーンと似てるっすよね、気分、意雰囲気外となんが。かその当てはまるところ多くて、うんうんうん。スタイリングを組む上でも。確かに番組の衣装とか、あとまあミュージックビデオのそう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 。 MV とかはね、本当プロのスタイリストが関わってるんで、そう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 。やっぱ質は高いですよね、すごく。わかります、めっちゃそれは。うん。確かに。俺も最近、TikTok で昔の花壇ああ、はいはいはい。流れてきて、道明寺が、ドル革のコーティングデニム履いてて、そうなんですよなんだ。エディボーイっぽいっつったらあれですけど、ちょっと今っぽいスタイリング組まれてるみたいな。道明寺自体がちょっと鬼系っぽい感じじゃないですか。確かに確かに。だから意外と注視してみると、ドル革とか、そっか、俺も今まで見てたけど、そう今見るとよりなんかスそうなんですよねタイリングをちゃんと見れるっていうか、アイテム単位で見てるからそう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 、それはね、結構みんなも参考にできるかなとは思いますね。そうだね。好きなアーティスト、教えてほしいです。最近はプーマブルーっていうのが好きだけど、うん。もう本当ずっと好きなのはアイリット。うん。アイリット好き。全然ジャンルの幅があるけど。そう、音楽もあんまジャンル問わないけど、うんまあ基本的にはロックだけど、アイリットは好きっすね。アイリットだ。あれエスパとかじゃないんだ。アイリットになりました。アイリットになったんだ。前はレスパだったのに。なるほどね。はい。アイリットということで。ミク・ギーっていう海外のアーティストで、うん。なんか、ジャスティン・ビーバーのデイジーズとかのあ楽曲とか手伝ってて、めあ。はいはい。ちゃくちゃなんかギターがなんか心地よくて、うん。いいです。なんか独特なんですよ。うんうんうん。おすすめで。いいね。最近は、J ラップ、うん日本のヒップホップ結構気になってて、おお、いいね最。近は 27AM とか、ああ、
いいね、ラップスター。去年のラップスターのラップスターの。注目株でね。めちゃくちゃ好きなんですよ。なんか性格というか。性格もね。なんかちょっと面白みがあるんですよ。うん。リリック見てても、ずっと笑っちゃうけどめっちゃかっこいいみたいな。乗り方と、リリックの抜け感のバランスがね、すごいいいラッパーで。大好きですね。わかります。俺もめちゃくちゃ好きです。最近ハマってるのは、うん。エリオット・スミスっていう人がいるんですけど、その人の曲がハマってます。どういう感じの音楽なのそれは？結構暗い感じで、その人もなんか自殺やったんですけど、結構まあなんかうつ病みたいな、ギターが暗めの曲なんですけど、割とそういう曲を聴くことが多いです。最近よく聴いてる曲だと、それこそ今日本に来てるザ・ウィーケンドのゲサテルスタインっていうアーティストの一緒に作った曲があって、ちょっとエレクトロダークな雰囲気もあって、すごいかっこよくて、毎週聴いてるの。いいっすね。番外編質問ということで、モッチュリンは食べましたか？食べてないです。モッチュリン、もちろん食べました。30分並んで、全種類。全種類。はい、2個ずつ。ちゃんと食べましたね。食いしん坊、さすがです。食べてないです。ありがとうございます。めっちゃ食べたいんですけど。ね。なかなかミスド行く機会がなくて。買えないもんね。買えない。なんか後期は30分並んで全部買ったらしいよ。そんな並ぶんですか？そう。めっちゃ並んでた。でも食べたいですね。食べたいよね。ちなみに俺も食べてないです。ズバリ、ワールドカップの優勝国はどこですか？みんなフランスって言うと思うけど、俺はあえてモロッコ。モロッコ。モロッコなんだ。モロッコ。それは、なんでモロッコなの？まあなんかダークホースかなってかっこいいかな。なるほどね。前回大会ベスト4だっけ？そうだね。なんか結構食い込んだもんね。食い込んでるからなんか今回も期待してるすごい。おー、なるほど。競馬らしい予想っすね。はい。やっぱりダークホースとして日本。そうね。みんなも日本を応援しましょう。応援しましょう。頑張れ日本。頑張れ日本。いいね。日本でしょ。さすがに。優勝は日本でしょ。日本。外国人大事。いや、そうだよね。どっかの誰かみたいにやっぱモロッコとか言わないよね。やっぱ日本だよな。みんなも日本応援しましょう。頑張れ日本。好きな女性のファッション教えてほしいです。またちょっと趣旨違うかもしれないけど、バチバチなファッションしてる人の部屋着とかめっちゃ好きっす。それさ、ケイマの性癖とかじゃなくて、性癖もあるね。なんかすっぴんとかそういうのにすごい好きに可愛いなって思っちゃう。部屋着がすごくダサければダサいほど。ああ、なるほどね。あれなんだ、着飾ってない感じの方が好きなんだ、ケイワは。着飾ってる人が着飾らない時のギャップがすごい好きですね。なるほどね、こう自分だけが見れてる感とか、そういうのもありね。好きな女性のファッション。はい。でもやっぱずっと好きなのはニットワン。え？ストリートとモードをなんかうまくミックスしてる女の子とかは、女性の方は好きかな。配色だったり、サイズ感だったり、持ってくるアイテムが上手い人とかはすごい見てて尊敬しちゃいますね。確かになんか女の子は女の子でまたメンズとは違った独特な色味のバランスの取り方だったりとかありますよね。なんか生き物係の、その気まぐれロマンチックの MV で、その吉岡さんが着てるような、なんだろう、平成初期らへんのなんかローライズのデニムに、なんかピチッとしたちょっと色がある T シャツ、色の T シャツとか、ああいう感じの雰囲気は結構好きですね。結構意外かも。じゃあ結構いいと思ったらさ、ほほーってなんですね。気まぐれロマンティックの時のあれめっちゃいいっすね。あの感じがいいと。その女性が着て似合ってるような服だったら、僕は何でもいいかなって。似合ってるのが一番。まあそうだよね。強いて言えば、ちょっと男性っぽいような服とかもいいですね。女の子してるのもいいけど、ちょっとなんかダボダボの履いたり、そういう系の。なるほどね。いいと思います。そっち系もいけちゃう女の子もいいと。使ってる香水を教えてほしいです。香水はもう本当ずっとセリーヌ。エリーキのセリーヌのパラードっていう香水とレプティールっていう香水、服によって使い分けてます。その2つはどういった香水？匂いは
レプティールはすごい甘い香水で、タバコが合うような、お香っぽいのかな、なんて言うんだろう。そんな感じのニュアンス。パラードは、多分みんなが一度は嗅いだことある香りだと思う。すごい爽やかな感じ。今の季節とかはね、パラードすごいいいよね。今の季節はパラードだけど、服によって変えてます、僕も。マルジェラのソウル・オブ・ザ・フォレストを最近使ってますね。知らないな、俺。初めて聞いたかも。黒いボトルで、確かはいはいはい。結構最近のやつだと思います。最近韓国2ヶ月間行ってたんですけど、韓国で香水を作れる場所があって、そうなんか思い出の写真を1枚持ってって、そのノウハウをスキャンしてみたいな。なんか思い出のなんか香りみたいなのを、そういうの再現できるみたいな感じの。すげえ。ノウハウからの写真持って、それ作りました。いいね、めっちゃ。本当になんかイメージした通りで。すごい。その写真を思い出させてくれるような香りなんで。最近はそれ使ってます、どっちかっていうと。いいね。ちなみにその2つはそれぞれどういう匂いなの？ソウル・オブ・ザ・フォレストは結構なんか、なんだろう、ウッディなんですけど、本当に森のなんか新鮮さというか、本当に今森にいる。ここっすね。ここみたいな感じのイメージはあります。ちょっと爽やかめな匂いなのかな。で、もう一つの方はリラックスできるような、ソフトな感じの、甘くはないんですけど、なんかすっきりしたような、干したての布団みたいな感じで、いいね。めっちゃリラックスできる感じです。これですね。ルラボのラバンダ。なんかちょっと柑橘系の。1年くらいですかね。ちょうどあれだね、じゃあ今の時期にぴったりな柑橘系の。結構柑橘系が好きなので、割とその系のものばっかり。いいっすね。パリのブランドで、シャンブレ52だったと思うんですけど、そこのタバコメモリーズみたいな名前の商品なんで、知らない。そこの匂いを最近は使ってます。どういう系の匂いなんですか？どういう系？でもタバコっていう名前なんだけど、あんまりそういうタバコ臭さはなくて、ちょっと柑橘も入ってるかも。なんかタバコ系の香水ってちょっと柑橘入りがちですよね、割と。かもね、バランスがいいのかわからないんだけど、ちょっとタバコって書いてあるものをよく使ってるかな。最近気になるブランドあれば教えてほしいです。ノルムベステ。すごい好きです。スタイリングがすごい好き。最近の案めっちゃかっこいいよね。ああいう感じすごい好きなんだよね。リアルクローズじゃないけど。ちょっとあれだよね。なんかダークファンタジーっぽい感じ。そういうのが好きですね、僕は。やっぱ競馬のね、スタイルというか、競馬自体がなんかちょっとリアルじゃないというかさ、ちょっとフィクションっぽい感じだから。もっと確かにあんまいないじゃん、競馬っぽい雰囲気の人間って。だからこそそういうファッションとの親和性がすごい高いっていうのはあるよね。結構前から気になってるんですけど、ERD。ERD ね。結構気になってますね。高くてなかなか手出せないんですけど、お金貯めて何個か集めたいですね。コウキなんか ERD のアイテム1個持ってるよね。ジャケット持ってて、ベロワの。あれも結構お気に入りですね。JJL とか。ジャロット・ジョン・レナードみたいな。そう。ブランドだよね。あれなんか結構フェイクミンクとか見て、なんか謎大きいブランドというか、結構興味ありますね、あれ。あのブランドもかっこいいよね。ハイクオリティで、なかなか魅力的です。そう、コウキはね、バイタルボーイズの中でも結構屈指の服好きで、割となんか俺と近いところを、その結構マイナーなところをディグったりしてるから、話があって楽しいですね。始めてほしいです。ありがとうございます。サンローランか、バイタル。バイタル。さあ、なんかバイタルが。なるほどね。どっちも熱いブランドですからね。そういうサンローランの T シャツとか欲しいなと思ってちょっとディオールは高くて手出せないんですけど、サンローランぐらいだったらギリ買えるかなぐらいの。確かにね。パリのスタイリストの人でベッティ・ジョンソンっていうスタイリストと、あとディレクションやったりとかしてる人がいるんだけど、その人がディレクションしてるユニフォームっていうブランドがあって、そこはちょっとインスタも最近チェックしてるかな。どういう感じのブランドなんですか、それは。割と、雰囲気的には少しダークな雰囲気もあるんだけど、ちょっとミニマムな洗練された雰囲気のブランドで、僕もそのユニセックスなんだけど、
すごいかっこよくて、世界観が結構惹かれちゃいました。へえ。あんまないかもですね、その削ぎ落とされてて。そうだね。ダークな感じって最近だとあんまり出てこなくて、ちょっと久々にビビッとくるブランドかな。いいっす。最後ですね。あなたにとって必要不可欠、バイタルなアイテムは何ですか？まあ靴ですかね。もうほんと靴はコンバースとか、あとマーチンブーツ、この3つしか持たない。ほんとスタイル重視でそれに合う靴をもう自分の中で決まったやつがあって、それはもう絶対に買えないと。買えないですね。もうロマン重視ですね。流行りとかも関係なく。バイタルなアイテム。どんな時でも履けるデニム。形のいい。何のコーデにも落とせるような、スーパー形のいいデニムはやっぱり必要不可欠ですね。その、どのファッション、どのスタイルでも。どのスタイルでもやっぱり1本は持っておきたいですね。バイタルなアイテムはこのパンツです。お、パンツ。なるほどね。もう必要不可欠です。必要不可欠で。3ぐらいで。最近履いてるマジでお気に入りのアイテム。あ、ほんと。ありがとうございます。愛用していただき。やっぱね、ボクサーパンツとか、その店パンのさ、スタイリングとかって、今の細身の、ちょっと下げパン、重心を落とすスタイリングとやっぱ相性いいもんね。いいです。しかも夏とか、ちょっと、もうワンポイント欲しいなって時に、やっぱこういうとこで、差つけられると思うんで。確かにね。ぜひ皆さんも。ぜひ皆さんもチェックしてください。チェックしてください。いや、もちろん、これでしょう。ベルト。ベルトと、はい。ボクサー。ボクサーパンツ。セロとイノームですね。毎日つけてますよ、これは。そうですね。僕も動画で今見せれないですけど、僕もボクサーをつけてまして、これはね、そうですよね。僕らが。そう、2人で作ったやつ。丹精込めて。バイタルのアイテムは本当に僕らは思い入れが強いですよね。そうだね。思い入れもあるし、もちろん思い入れもあるし、でもスタイリングとしてももちろん使い勝手るので。やっぱりいろんなスタイルに馴染むだったりとか、こう時代問わず長年使えるアイテムっていうのをテーマに作ってたんで、それはもうバイタルといえばということで、そうだね。やっぱそうなりますよね。ということで、バイタルボーイズ、合計4人の着こなしはいかがだったでしょうか。みんなね、各々個性があって、かっこいいスタイルがあったかなと思います。それぞれのですね、SNS、概要欄に貼っておくので、ぜひですね、彼らの各々の活動も、追っていただければと思いますし、僕らの、バイタルもぜひ引き続きチェックしていただければと思います。ということで、本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。